金子軍司さん、当時40歳。爆心地から 2.3km の南町で被爆しました。当時金子さんは広島地方専売局に勤務していました。家族は今の東広島市紫波町の金子さんの実家に疎開させていました。その日出勤してきた金子さんは事務室でいつものようにタバコの葉の組み合わせを指示している時に被爆しました。だから6日の朝もね、やはり朝早く起きて、頃木炭バスですからね、なかなかうまく到着しないから約4キロ余りの道をねスタコラスタコラ歩いて駅まで出て、だから7時前ですかね、 B29 がね駅の上を通って西行ったのが見とる。青い旗が出てましたよ。それからのち今度ね広島駅へ着いてちょっとやっぱり汽車が遅れておりましたよね。まあ急いでこっち来てようやくちょっと遅れて入ったんです、ね、頃はまあしようがなかったですね。まあそういうことで、それで工場入ってそれぞれ作業長さんが3人おりましてね、それぞれの出勤状況からなんからねちょうど打ち合わせをする最中でした。そういったところがねシャー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 いうようなね、なんていうんですかね、マグネシウムでも炊くような感じの音がして、それは耳に入ったんです。それからその後ねドーンと来たようなんですが、そこから先ちょっとわからんようになってる。そしてまあどのぐらい時間が経ったのかわからんのですが、非常に息苦しくなりまして、ね、息苦しいなと思って目が覚めたように気が付いたんですが、でその時に真っ暗でしたよ。部屋の中真っ暗闇でした。まあそうしてね苦しいんですね。まあ誇りを吸ったんでしょうね。それでそうしよったらねわしが動いたのでね、隣にやっぱし一人作業長がおったんですが、それが私の足引っ張るから「どうしたか?」言うたら「なんか重いもんで押さえられてるから出してくれ」。暗めですよ。それでまあ探し持ったらちょうどの箱の角が手に当たって、それで一生懸命こう下げたらね出てきましたよ。それでね一時まだ暗かったですからね、まあこれもそう大きな小バッグがねひっくり返って一部押さえた。そういうことでまああと多少ビッコぐらい引いておりましたけどね、まああと治りましたがね、まあそういうことがあって、だんだん南側の窓の方が少しこう夜明けのような感じに明るくなって、これがね時間がどれぐらい経っとるかわからんのですがかなり明るくなりまして、お互いの顔が大体見える程度になりましたらね、まあまーんと騒ぎが大きくなったというわけですよね。との中にはね六切り屋根のガラスだが全部落ちましてね壊れて、窓ガラスは吹き込んでしまう。まあそういう状態でね歩けばね薄氷の上を歩くようにジャリ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 、まあ、そういう状態のところをね
なっとったんです。ですからまあそういうことでようやくね夜が明けたような状態になりましてね、さてなんてやられたんかわからんのですよ。それでまあ大体顔が見えるようになって、ちょっと周囲の方見せてみてくれんかと、なんか爆弾でも落ちたんじゃないかということで調べたが何にもありませんよ報告です。で何だろうかということだったんですが、どうも皆目わからんで、ただガラス窓は木っ端になる、下歩けばジャリ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 が音がする、周囲のものがだいぶ倒れとるいうような状況でしてね、まあ、そういう状況で一応ねまあ、皆さんも大体立ってきましてね、まああんまり大した怪我はなかったんですがガラスの破片なんかで多少怪我したり、そんなんがおりまして、で、まあ、怪我人は一応診療所がこの向こうの辺にあったんですが、この電車道と工場との間の辺ぐらいのところにね、そこへ元気な者が連れてやれと、まあ、そういう重病人はいなかったもんですから、まあ、助かったわけですが、でそこでまあちょっと簡単に手当てをしてもらって、でもうどうにもならんですから、でまあ一応自分のうち帰られる人はね一応まあ帰いうことで帰らしましてね、まあそういうあとはあれですよ、一応外の周りの方を私歩いて、で診療所の方へちょっと寄りまして、怪我人の状態をちょっと見たんですが、まあ、大した病人いなかったということで、ついでにその橋のたまたまで行ってみたんです。あそこでねちょっと立って前へ見とりましたらね、なんかもう昔よりちょっと見通しがええんですよね。よく見ていますとね白い細い煙がね何本も立っているの。いやこれに私は驚きましてね、それでずっと立って上の方がこうビリビリとこうなってるんですよ、ずっと上の方が。そういう状態がね、そういう景色がちょっと見られたの、ほんの薄い、これびっくりしましてね、こりゃえらいことになるわ思って、まあ結局それが火種だったと思うんですがね、そしてまあ引き返して、そのうちにねだいたいここらはあまり人通りはなかったんです、その時間辺までは。でそのうちにやっぱり中学生の団体がねこれ前の方も通ったりして、これはえらいことになったなと思ってね、学徒動員の連中がねもうぶら下がってましたよ。あれ9時過ぎたんでしょうかね。わうわうわうわ泣いてるのかなんかわからんけれどもこんなふうにしてこれぶら下がっとるんですよ。ここからのね皮がむけてねこうぶら下がっとるの、この辺からこの手首の上の辺から。それでわわわわわ集団でね走ってきて、あそこでねなんかね油かなんかつけてもらったんですかね、発症寄りましたよ。それもそこで見たの。あそこへ入って止まってね、それからなんかやってもらうなと思って、それからまあ手当てあそこでしよったんかも分かりません。まあ現実には行ってみなかったから分からん。そういうことです。それからもうここら前の方もねだんだんそういう人が初めはまあ学生が多かったんですね、そんなのがボールをぶら下げたような、ボールではないんですよ。もうここらからね皮も筋肉もむけて白い骨が見えよる状態のがね
皮だけこうぶら下がってね、それはかわいそうなもんでしたよ。まああんなのはやられたらおしまいですね。そうしてそういう状況を見て、でこちらへ引き上げて、で引き上げる途中診療所の辺まで帰りました時にね、倉庫が火事だという。かれこれ10時ぐらいじゃなかったんでしょうかね。ちょうど一番電車道に近い方の側だったと思うんですが、一番東の側の方のね、から火が入って、中から燃えてるんですよ。外からじゃないんですよ。そういうことでね、消防車は車庫にあるもんはダメなの、出されないのだ、ちゃんと上から言って、仕方がないから止水栓の大きいのがあるでしょうか、線があれつけましたがダメなんですよね。電源が全部いかれてるから。当時はやっぱし人手が足らんもんですからね、女子職員も寄宿舎へね収容しとるのがおったんです。大体7080ぐらいおりましたかね。その他に今の僕らのような独身寮におる連中を、こういう部分はね自分のうちにあんまり関係がないですから、後に残っていろいろやればきりがないんですよね。いっぱい汚れてるんだから、何から手をつけていいやらわからんほどあれしとるんですが、残ってそしてそのうちにね昼頃だったですかね、これはどうするかいうことになりました。でその前からね方針としてねそこの向こうの山の麓に丹那の方にね避難した方がよかろうと、その方が安全じゃろうという情報が入っておりましてね、それでそういうふうにねするのにも100人以上ですからね。これでちょうどね事務員の人が辺におられましてね、それで先に行った人がそのお宅にお願いしてね、とにかく今晩だけはどうしても町を置かれんじゃろうというので、そうしてそこへ大体そういうふうな方針になっとったようですから、それ従ったわけなんですが、それでお米とかねなんとかそういうふうなものを少し運びましてね、一晩ほど野宿したわけですがねそういうことで朝戻ってそうしたらだいぶね、夜焼けるの今の丹那じゃない大湖ですか、大湖から夜見るのにもボン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 燃えましたわいね。それから10時過ぎぐらいからもうだんだん大きくなったんじゃないですかな。で夜はもうぐんぐん燃えたの、怖いほど燃えました。それでそういうことでね、夜もろくに眠ることもできんかったんですが、でこっち戻ってここでその南門の私で宇品警察署から来ていただいて、そこで罹災証明をね発行してもらって、で帰られる人は帰んなさいと、無事な顔を一応親に見せなさいと、それで後日また連絡するじゃろうから、それまで待っとんなさいということで、女の子供なんかが返したようなわけね。もっと
だんだん人通りが多くなりましてね、翌日になると。というのは人探しをするのにね右往左往しだした。いろいろね探す人が皆たくさんできたわけですね。だからそういうことでどんどん人通りが多い。それから第一日と第二日三日四日頃になるともうぐんぐん人がたくさん出て探しているんです、ね。こういうものは見なかったでしょうかいうのがだいぶある。札つけとりましたからね。だからそれが分かる人はいいんですよね。そういうことで、私なんかもずっと詰めとったわけですが、でちょこちょこそういう連絡なり用事なりだからだいぶこれ金坊はね病院へ行ってみたり、それから小学校の体育館たちに皆収容しましたから、ね、そんなところにも出かけて行ったりいうことでだいぶやりましたがね。そういうふうなそれが足がないんですよね、暑いのにそれと一番ねかわいそうにあったのはね、若い子供が橋の欄干の隅っこの方とか、あるいは道の端の方にねもう動けんようになってね、たくさん隔っとるわけですよ。広島弁で言えば隔っとるんですが、そういう人がたくさんおりましてね。でそうは通ればね「おいしゃん水をちょうだい水をちょうだい」と水を持っていないんですよ。かわいそうでね、これはもう大変になんかもうとにかく辛い思いしましたよね。だから放射能とかねなんとかいうものはね知らんのだからね、知らんぐらいもうあれはないですが、そういうことですから。で後からねそういうことを聞きましてね、だから2日目のね2日目は私はここで対比号があってから対比号へ寝ましたが、ね、対比号へ寝られるもんじゃないですな、ムシムシして。で2日目の晩に共同通信のガリ版の新聞のね小さいのが放り込んでくれました。新型爆弾で書いてありましたよ。新型爆弾いうのがどういうなんやら知らなんだんですが、その前にものすごいエネルギーのあるものが発見されてるそうなと。で富士山を何メートル23メートル持ち上げるぐらいの馬力があるんだそうだと。こういう噂話のようなあれをね聞いたことはあるんですがね、まさかそういうふうな類がね落とされたとは夢にも思っていなかったですね。やっぱり今一番になんでしょうね。ああいう何はごめんですよね。原爆にああいうものは今いろいろねそれは利用価値もあると思うんですがやっておられますけれども、かなり深刻なもんがあるんじゃないですか。ああいうものを使わんでもっといいものがあるんじゃないんですかな。しんどいですよねあれは本当ですからね、こういうものは使わんでだいぶ世界的にそういうふうな気分になってはおるようですが、これはやめるべきでしょうな。